はい、どうもフルショーのりたかです。今日はですね、踊っていると、そんなつもりはないんだけれども、どうも右手が固まって左手はリラックスできてこうやって触れるんだけども、右がどうしてもロックがかかってしまうと、後から動画で見ると右側がこうやって固まっちゃってるという方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、それを考察していきたいと思います。おそらくね、右利きの方にそういう現象が多いんじゃないかなと思いますけれども、それも踏まえて、フルショー的考察いってみたいと思います。では行ってみましょう。さあ、まずこの右手がロックされてしまう問題ですけれども、これはどういうことかというと、まずこう何かのステップを踏んでいるときに、連続した動作、それをテンポアップしたり、強度を強くしたりすると、後から動画で見たりすると右手が左手はスイングできてるんだけども、右手はどうも固まってしまっているとかね、ビデオで見ないにしても鏡で見てるときにどうしてもここが固まっちゃうとか、瞬発的に速い強い強度のこういう運動をしようとしたときに、手首がこうギュッと強く握ってしまうと、こういうふうになんか変な方向に向いちゃう、こういう問題ですね。まずですね、これなんでこういうふうなことが起こるかというと、右利きの方にね、右手がロックされちゃうっていうことが多いと思うんですけれども、右手で何かを握って何かをするっていう動作が日常的に多いからこういうことになります。例えば箸を握って動作をしますね。必然的に握る側の動作をした状態、握る側の筋力を使っている状態で運動をしているってことですね。鉛筆もそうですね。ラケットを握って右手で振ると、そういうことですね。なので握っている筋力での動作っていうのに慣れてるってことですね。でこれが運動強度が強くなればなるほどぐーっと力を入れて運動をするということになっていくので、こうロックがかかっていくと。で、ギュッと握る力が強くかけているので、重さのバランスですね、筋肉の力が入っている方に、重みが重心点が傾いていきますので、要は本来だったらこの背骨に軸を持った状態で運動ができると均等に運動ができるんだけれども、握るということでここの丸太とか柱にこうやってしがみついて運動をしているような状態、これがロックがかかっている筋力の使い方ということですね。でこの軸点での運動っていうのを脳みそが記憶してトレーニングを積んでいるので、どんどんとこう握って、より強い運動をしようとすればするほどここをギュッと握っていってしまうと。なのでよりこう強くなっちゃう。で動作が速いものだとグッと回し込んで握ることができないんで、手首にギュッと力が入っちゃうと。本来なら体全体でこうやって握れるものを、速いのでポンと力を出さなきゃいけないので、この握りでその力の速度を出してしまうということですね。もしくは、ここに寄りかかっているような感じの動作になっているということですね。例えば重心点が握るっていうことでここに重心点が作られてしまうので、こういうふうに歩いているんですね。でこの重心点を外すっていうことができる。外すとこうやって崩れていってしまうというふうになポジションで運動しているので、これが動かせなくなるということですね。これが、右手を握ってしまう問題の、原因じゃないかな
右利きの人に多分多いと思いますが、まあ、右手で握る運動をより多くしていて、右手で動作をしていると必然的にこっちの動作が上手くなるっていうのは当たり前ですねということですね。はい、なんでこれが起きちゃってるかっていうのは伝わりましたかね。なんとなくニュアンス伝わりましたでしょうか。で、足でもその軸のチェンジっていうものが、行われなきゃいけないんだけれども、握ってる側の動作が多いので、脚力とか腰力の軸も強さが偏ってきて、こう骨盤がね歪んだ状態にずっといると、傾いた方向にずっとスタンバイしている状態になって、体がこう歪んでいくということですね。写真撮って首が右側の右肩の方にこうやって映ってるよとかっていうのも全部同じ問題ですね。こっち側にスイングをした形で体がそもそも立っているので、写真を撮ると、僕ももちろんそうですけども、こっち側に寄ってしまうと。これを反対側にスイングを作って、こっち側の軸も均等に使ってあげるとか、真ん中がどこかっていうのを脳みそで正確に繊細に取れる人たちは、その動作の精度が高いっていうことですね。はい。でこれ、じゃあ問題はそうなんだけども、じゃあ実際どうすればいいのかっていうことですね。ポイントが2つありまして、まあ、筋力的な問題、体を支えるという筋力的な問題と、あとは脳からの信号の、速さ、慣れですね、経験則の問題、この2つがあります。どの程度のスピードでスイッチングできるかっていうことと、まあ、そもそもそれを支えるだけの筋肉が備わっているかどうかっていうこの2点で解決をしていくようになります。トレーニングは、まあ、両方密接に関係しているので、筋力があってスイッチングができているからできるよっていうことなんだけども、まあ、スイッチングができるから両方に筋力が均等につくよっていう、まあ、そういうことでもあるので、どっちをどうっていうふうな、この筋力のトレーニングがこうとか、そういうのはまああんまり考えなくてもいいかもしれませんが、とりあえずその動作、2点をちょっとトレーニングするアイデアをね、お伝えしていきたいと思います。まずはですね、何をしなきゃいけないかというと、この握ってしまうっていうことに対して離すっていうことが大事なんですね。離しても体が倒れないポジションっていうのを作れるようにならなきゃいけないと。なのでこの握っちゃう動作に対して離すっていうとこまでをすると。で今度反転動作をしなきゃいけないので、逆側で握るっていう動作を行わなきゃいけないということですね。離した状態で今度左側で握るっていうことですね。なので、まずは右手でどれくらいの大きさの丸太を抱えちゃっているか、ここからスタートするといいかもしれないですね。自分はどれくらいの大きさの丸太をどれくらい外側にセットしてしがみついているのかと。で今度それと同じ丸太の大きさを反対側にも置いて、そっちにしがみついてこういう振り子運動っていうのを行うと。まずここからですかね。そうすると右側と左側の筋力差と、経験則の差っていうのが分かるので、やりづらいとか、あれなんか形がしっくりこないなとかっていうのが、意識できると思いますので、そこから整えていくと。なので、フォームを直す。でフォームを直すことによってその鍛えたい筋肉のところが使えて刺激されていくので、そこの筋力をしっかりとつけていくような、正しい負荷ですかね。あんまり気にしなくていいと思うんですけども、自重であれば別にそこをこう使えばいいと思いますね。で使った後に痛かったりどっか関節が痛いなとかってなったらしっかり休ませると、そういう感じで少しずつこう筋力をつけていくっていう感じですかね。フォームは、もう脳での意識の問題になっていくので、これは何回練習しても大丈夫ですね。ただやりすぎて疲れて、どっかに痛みが走っている、炎症が起きているということであれば、それは休ませないと、怪我をしてしまいますので、しっかり休ませてあげると。そういうふうなトレーニングが必要になります。で具体的なトレーニングはどういうふうにしたらいいかっていうのをちょっと考えましたが、まず1個は、この右側に軸を持ってどっかにこう肘とかで寄りかかった状態でこういうスイングですね。
早くやらない方がいいですね。ゆっくりこうやってフォームを確認しながらスイングをすると。でこれ右軸っていうのはそもそも握ってるのが強いので、これはやりやすいですね。これはフォームの確認で、それを反対側の左側で寄りかかって、ここのフォームが右と同じになるようにですね。でさっきも言いましたが、この握っているという動作をこっちに乗せて、こっちの筋肉をしっかり支えられるだけの筋力をつけるというのと、この握っているという筋肉の使い方を解放してあげるということ、これはちょっとずつ意味合いが違ってくるので、支えているということと脱力を、こっちの筋肉を握るというところから離すという使い方をする、この両方の意識がちゃんとできているようにするといいですね。つまりこっちは離している状態のイメージを持ちながら、この左軸で支えるというふうに、やっていくんですね。でこれは実際に壁が支えてくれる力を加えてくれているので、慣れてきたらこの壁がない状態でやるとですね。で壁がない状態ではどういうふうなイメージを持つかというと、ここ丸太を掴んでいるイメージで、ここの丸太が軸になっているので、この丸太軸を反対側にも丸太を置いて、反対側を握ってやると。パドル&ロールをどこで反転すれば反対側になるのかっていうアタックポイントですね。ギュッと力を入れるタイミングがどこにすると良いのかっていうことですね。例えばシャッフルステップであれば、この重心が変わるところですね。ここで丸太を握ると思いますので、ここで握っている丸太と反対側に丸太をグッと握ると。このイメージですね。で丸太を腕だけで握ると、ここのスペースが、腰のスペースが空いていると、これはここに腕力で握って止めていることになるので、腰を当てて丸太を引き寄せて軸を取っているのか、こういった細かいところがだんだんと重要になってきますね。右手に乗ってる時にここの腰が離れてて腕だけを巻いて、軸がここにできているのか、丸太に腰が当たっていて、体ごとこうつけて丸太を握っているのか、これによって左側も同じ精度でやらないとバランスのいいポジションっていうことにはなっていかないので、その辺がちょっとね、細やかですけれども、注意しながらトレーニングするといいポイントになりますね。パドル&ロール一つでも、重心が変わるタイミングですね。シャッフルステップならここが重心変わるからですね。シャッフルステップヒールならここで完全に変わりますよね。もしくはシャッフルステップのうちに変えて、ヒールは、軸をチェンジした後に行う方もいらっしゃると思うんですけど、そういう感じでどのタイミングで自分がこの体の軸の重心をチェンジするかに合わせて軸をスイッチングしなきゃいけないですね。これがチェンジするタイミングにずっと同じ軸で運動してると、これもできなかったですね。こういうふうに。そうするとこの右手が固まる問題っていうのが全く解決しませんので、重心軸をこっちで取って右手をロックしてスイッチしたらこっち側にチェンジすると、軸をね。でこの丸太の位置がなるべく同じ位置で握れるようにと。でこれがだんだん丸太が狭まってくるといいですね。背骨に丸太のポジションが寄ってくれば軸が真ん中で運動ができるようになっていくと。でこの真ん中にあればいいっていうことでもないんですけれども、まずは真ん中でやってるかどうか、端っこでやってるのかどうかっていうことが認識できてればいいですね。でダンサーとしてはここで取ってる重心のポジションなのか、ここで取ってる重心のポジションなのかっていうのを自分で選択できるようになっていけば、あらゆるポジションでダンスのポジションを作ることができるというふうになっていくと思います。手の振りが、スイングがきれいにできる、足の振りがきれいに作れるようになるということですね。なので、しっかりと壁で寄りかかってトレーニング、壁をなくして
壁があるかのようなイメージを持ってトレーニングをしてみてください。動画なんかでね、自分を映して撮って後からこっちにロックかかっちゃってるなと思えば、このロックがかかってるのと同じ側にロックをかける練習、これをロックを外す練習、この両方を意識してやっていただければと思います。手首も同じことですね。手首にこうやって手首に乗っちゃってるので、それを外して反対からの手首で、逆にそれがどんどん外側で作らないようになっていけば、体のね、軸の中心でなるので、ここがブラブラでも体を背骨のポジションで支えてくれるようになると。そうするとこの辺は別に力抜けてても体は倒れないので、変に握らなくて済むようになるということですね。はい、でここからちょっとテンポの話になりますけれども、トレーニングをする上で自分ができる速さよりも速すぎるテンポでやっている方っていうのは非常に多いですね。で特に右側でできる速さと左側でできる速さっていうのは明らかに違うはずなんですね。慣れてる方が速くて、慣れてない方は速くできない。なんだけれども、音楽に合わせて練習すると、それがどうしても音楽をベースにスイッチングをするっていう感覚になるので、慣れてる方側に偏っちゃうんですね。それだったらできるか。簡単な説明で言うと、右側と左側に豆が10個ずつ置いてあって、右手左手に箸を持っていて、この豆を真ん中のお皿に交互に移してくださいと。でこれ音楽をかけられてワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーで右手、左手、右手、左手ってやったら確実に左手の方が精度低いですよね、右利きの人は。だからこれを同じちゃんと精度で右側から行く、で左側にスイッチして左の豆を掴んでこれを下ろすっていうのを左手でも確実にやると、精度を高くやるとすると、左手の速度に合わせて右手をゆっくり行ってあげないとできないんですよね。これを速いテンポに右ができる速さで左手をやろうとすると、いつしかこう右手だけでこうやって右側からも左側も右手だけでこうやって運動をしてしまうっていうのが脳みその、使い方になっていっちゃうので、より簡単にできる方側でやろうとしちゃうってことですね。なので右手でこう右も左もこうやってやってしまっていると。これがスイングが片方に偏っちゃう理由ですね。こうやったら反対側でこういうイメージを持ってトレーニングをするといいですね。実際、今日は右手で箸、今日は左手で箸みたいなことでとか、歯磨きは今日左手とかっていうことで、たまに左側を意識して使ってみたり、左を握っている状態での運動っていうのをイメージして逆に右手は開くですね。でこれが、ツイスト運動っていうのにつながっていきますね。右手を握る運動、握る側の運動をして左手を開く側の運動で、これをこういうふうに返して、そうするとスイッチングが左右均等にできる。今僕もこの高さがちょっと違ったかもしれませんけれども、この高さの精度も高く上げていくということですね。足も同じですね。右スイング、左スイングっていう、これが左右均等に触れてればいいですね。この背骨をセンターにこういうふうにスイッチングがちゃんとできてるんですね。右側が大きい太い丸太をこう掴むように回っていて、左側は細い丸太とかになってると、こういう運動が傾きが出てきちゃうということですね。掴むんであれば両方とも大きい丸太で掴んだ方がいいですね。でそれをだんだん軽い運動をしたい方は細い丸太、より背骨に近い丸太に変えていくっていうことですね。それが手足両方均等に使えるようになっていくと、背骨が上も下も均等にこうツイストができる背骨になっているということになります。ちょっと僕の話がまとまってなくて分かりづらいかも分かりませんけれども、どうでしょうかね、伝わりましたかね。右を握る筋力で運動をずっと続けていると、そっち側のスイングで右側が固まってしまいますよということですね。解決方法としては、まず右を離しましょうということですね。離した状態で
左側の軸を使った運動っていうのに意識を持ってやりましょうですね。体のタップダンスで言えば右足軸で踊ってる時と左足軸で踊ってる時のここの握りですね。こういう風になっちゃう人ね、たくさんいると思うんですけども、これをちょっとほぐしたいっていう人はこう離す運動っていうのをやってみてください。ということで今日はこの辺にしましょう。この説明で伝わったかちょっと自信あんまりないですけれども、頑張ってみてください。分かんないことがあったらね、ここがちょっと分かりませんでしたということでコメントに書いていただくと私もそれについての説明ができるので、もうちょっと分かりやすい皆さんに届く説明ができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで皆さん頑張って練習してください。ありがとうございました。